はい、皆さんこんにちは。レトゲビーキです。今回は先日福井県に行ってきまして、ハードオフ2店舗回ってきましたので、その様子をご紹介したいと思います。福井県行ったのが初めてだったんですけれども、もう新幹線降りたら恐竜だらけでしたね。まさかこんなに恐竜がいっぱいいるとは思わなかったのですごくびっくりしたんですけど、なんか飛び出し坊やの看板も恐竜になっていたり、恐竜がカニを食べてたり、もうお土産屋さんも恐竜一色でしたね。そんな福井県でレトロゲーム発掘してきましたので紹介していきたいと思います。まずはじめに訪れたのがハードオフホビーオフ福井南店です。店内の写真も撮ってきましたので、気になった商品を見ながら少しご紹介したいと思います。こちらはファミコン用ソフトのワイリー&ライトのロックボードザッツパラダイス。これが3300円。ファミコンのポパイが箱付きで2200円。スーパーファミコン用ソフトのドラゴンボール Z スーパー悟空伝が660円。これは結構安い気がしました。ショーケースに入ってたスーパーファミコン用ソフトファイナルファイトガイが、CD 付きで22000円でした。続いてジャンクコーナーを見ていきたいと思います。こちらのお店のジャンクコーナーは割と箱節付きで置いてるのが多かったんですけども、なぜかハムスター関連のソフトがかなり揃ってまして、すごく珍しいなと思いました。任天堂64のソフトもこういった形で、箱節付きで置いてました。ジャンクというよりは置く場所がなくてここに置いてるのかなという気もしました。次に訪れたのがハードオフ福井北店です。こちらの店舗は福井南店、先ほどのお店から車で約15分ぐらいだったので、すぐに行くことができました。でこちらの店舗はそこまで大きくない、店舗なんですけども、すごく粒揃いな感じで面白い店舗でしたので、お店の中の方少し写真で紹介したいと思います。まず最初はショーケースですね。スーパーファミコンの実況おしゃべりパロデュースが6380円。で隣のカービィのキラキラキッズが13750円でした。スーパーファミコンのガリバーボーイが11000円。先ほどの福井南店にもあったロックボードがこちらは4180円でした。同じハードオフでもこういった価格差があるところが面白いですね。こちらのお店は裸のスーパーファミコンソフトがこういう風に攻略本とセットで売ってるのが多かったです。その売り方初めて見たので新鮮でした。次にジャンクコーナーを見ていきたいと思います。まず目についたのがプレイステーション用のアナログコントローラーネジコンですね。こちらが1650円。そして DS ライトの本体、こちらジャンクなんですけど5500円でした。随分高くなりましたね。はい、まずはじめに福井南店で購入してきたものを紹介したいと思います。購入してきたもの1つ目はこちらのソニックトゥーンアイランドアドベンチャーです。購入金額が1100円でした。ここに説明書俺って書いてるんですけど、ソニックのゲームで 3DS のソフトで、このぐらいの値段だったら結構安い方なんじゃないかなと思って、買ってきました。あんまり見かけないソフトだったので、ちょっとどんなものかやってみたいと思います。じゃあちょっと中身もどんな状態か確認していきたいと思います。はい、説明書俺と出てたんですけど、これが説明書みたいですね。説明書っていうよりはもうこう1枚折りたたんであるようなシートになってます。操作説明シートですね。もうほとんど 3DS の説明書はこうダウンロードというかこの説明書ボタンで見れるようになってるので、あんまりついてないのも
多いですね。なのでこれはこういう状態でした。ついてるだけ良かったなと思います。でソフトはこんな感じですね。特に傷とかもなくていい状態でした。はい、続いて購入してきたものはゲームボーイ用ソフトの熱血紅白におくん番外乱闘編です。購入金額は550円でした。はい、大人気のくにおくんシリーズなんですけど、まずくにおくんシリーズだいぶ値段は落ち着いてきてるとは思うんですけど、それでも550円は割と安いんじゃないかなと思って買ってきました。このシリーズは持ってなかったのでやってみたいなと思ってます。じゃあちょっと中身も見てみたいと思います。このケース付きってのが嬉しいですね。やっぱりケースもジャンクで100円ぐらいしたりするので、はい、ちょっとケースも開けてみます。そうですね、だいぶ綺麗な状態で良かったんじゃないかなと思います。はい、そして購入してきたもの3つ目が任天堂64ソフト頑張れ五右衛門ネオ桃山幕府の踊り。購入金額は550円でした。私は任天堂64のハードは持ってなくて、やったこともほとんどないんですけど、五右衛門シリーズ好きなので、やりたいなと思って、いつかはハードも買おうかなと思って、まずソフト先に、買ってみました。で五右衛門シリーズもなかなか500円台で買えることもないんじゃないかなということで、これも買ってみました。ちょっとソフト状態見てみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしました。ソフト自体はかなり綺麗ですね。なんか変色とかもしてないですし、とても良かったかなと思います。はい、そしてこちらがハードオフ福井北店で購入してきたものになります。任天堂 DS 用ソフトの女神異聞録デビルサバイバーです。購入金額は550円でした。アトラスのゲームはペルソナですとか女神転生シリーズとかすごく好きなんですけど、このデビルサバイバーシリーズっていうのはやったことがまだないのでちょっと気になってたので買ってみました。でこの多分デビルサバイバーの続編が結構高いのかなと思うんですけど、この1はこのぐらいの値段でもよく見かけるので、多分底値かなと、550円が底値かなと思って買ってみました。ちょっと中身も見てみたいと思います。ちょっとどういうゲームシステムかもわからないんですけど、結構絵柄も好みで面白そうだなと思います。説明書もちゃんと入ってますね。このクラブ任天堂の応募券も入ってました。あとオンラインアンケートのチラシですね。こういうキャラクターが載ってますね。キャラクターデザインもすごくいいですね。はい、説明書も綺麗な状態です。でソフトも特に汚れとかもなくいい状態かなと思います。はい、こちらも福井北ハードオフ福井北店で買ってきました。こちらジャンクに入ってたんですけれども PS ビータのソフトで EXIST アーカイブ110円でした。ビータのソフトがジャンクボックスに入ってるっていうのがあんまり見かけないので、しかもよく見たら RPG って書いてましたので、私 RPG すごく好きなのでちょっとやってみたいなということで買ってみました。で制作がスパイクチューンソフトさんということで、すごく有名な
制作会社さんですので面白いんじゃないかなと思って買ってみました。説明書は入ってないですね。でソフトがちゃんと入っていました。ジャンクボックスだとたまにソフトが入ってなかったり違うソフトが入ってたりするので、ちゃんとチェックしてから買うようにしてます。はい、こちらはちょっとおまけなんですけれども、ハードオフ福井北の近くにですねブックオフがありまして、そこにもちょっと立ち寄りまして、そこはなんかブックオフでもジャンクコーナーが置いてある店舗だったんですけど、そこにこちらがありまして購入してきました。こちらゲームキューブのコントローラーですね。購入金額が400円でした。でかなり状態は悪いんですけども、任天堂のこういう周辺機器が壊れるってことはあんまないんじゃないかなということで買ってみました。普通に買ったら1500円とかするんじゃないかなと思うので、この値段だったらすごくいいんじゃないかなと思って購入してきました。はい、こちらが今回福井県のハードオフ、そしてブックオフで購入してきたものの紹介でした。福井県はハードオフもブックオフも結構近い距離感にあってすごく回りやすかったので、一気に見ることができました。他にもゲーム販売してるお店いっぱいありましたので、もし福井県行かれる方は事前にお店調べていろいろ巡ってみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。